三橋さんがインフレ率計算できるんです、根拠のないことをできるかのようにインフレ回ってるって、ファンだったら信者の手前、自分が間違って自分の根拠がなかったっていうことはできない。三橋貴明氏から給付金とインフレ率の関係式とかデータの具体的な説明とかのメールは来ましたか？すいません。動画には日経ニーズのリンクが貼られていますが内容が見れません。同時に著作権の問題で公開できないもので記載されてますが、これが説明したと言えるでしょうか？彼は他人にオープンに説明するつもりはあると思いますか？ないと思います。そもそも論通識って著作権に入らないんですよね。著作物って思想感情の表現なので、数式って著作物にならないんですよ。なので数式が著作物っていう時点で嘘ついてるねって話で、問題なのは三橋さんがインフレ率って計算できるんですよ、その数式が自分自身も説明できないって、根拠のないことをあたかもできるかのようにインフレ回ってるっていうのが、僕はその時点でまずいと思うんですよね。自分が根拠があると思ったものが根拠がなかったっていうので、じゃあ根拠がなかったです、だからじゃあ自分で計算しますとか、根拠がなかったから自説を訂正しますってやるんならまだいいんですけど、根拠出せないし自分でも数式出せない、でもそれを訂正するわけでもない、あんまり僕態度としてよろしい態度とは思わないんですけど、ただそれも含めて動画で全部綺麗に出しちゃってるので、そこは僕三橋さんは言葉は守る人なんだなと思ったんですよ。道義上これをやった方がいいことはやらないけど、ただ動画は農家っていうところに関してはちゃんと約束を守るって人なので、自分の言葉に関しては守る人なんだなと思った。そういう意味では自分なりの正義感はあるっていう人なんですけど、ファンだったら信者だったりの手前、自分が間違ってるとか自分の根拠がなかったっていうのを言うことはできないっていう状態ですけど、言わなくてもファンとか信者がついてくるのでまあいいやって話なのかなと思います。国債いくらでも出せばいいよね論の人に同じような話を何度もしてるんですけど、国債いくらでもすればいいよって、国債すりすぎると赤字額が大きくなるので経済同盟だった場合に入れなくなるよねっていう。 EU とかって赤字枠が GDP の何%以内っていうのを超えると EU から追い出されるって、最近日本でも TTP っていうのが入ったりするんですけど、アメリカが入ってくる、中国が入りたいよとか言ってたりするんですけど、そこで経済同盟として今のところ日本が牛耳れてるんですけど、じゃあアメリカとか中国が日本出てってほしいよねってなった時に、赤字の国ってやっぱり良くないから基準決めようぜってなると追い出されちゃうんですよっていうのがあるので、赤字国債はいくらでも出してもいいよねっていうのはそうじゃない場合があり、国際協調を取らなきゃいけない何らかの基準でグループに入れる入れないっていうのが現実存在するので、無限に赤字の国債をするのは良くないっていうパターンはあるよねっていうのがまず1点で、200兆円ぐらいまでだったら国債吸ってもインフレにならないんですっていう人ってちょこちょこいるんですよ。なんで200兆円なら大丈夫なの？じゃあ1000兆円5000兆円だったらどうなのって、いくら吸っても大丈夫っていうのであれば5000兆円吸っても大丈夫なはずですよ。いくら吸っても大丈夫であれば5000兆円でも大丈夫ですって言わなきゃいけないんですけど、さすがにどこかに良心の呵責があるのか、5000兆円は無理です、でも200兆円ならいいですとか言うんですよ。そうすると200兆円なら大丈夫で5000兆円がダメな場合、それは判断基準は何ですかって、300兆はダメでも200兆だったら OK だとすると、ここならいいここならダメっていう何かしらの計算だったり根拠だったりがあるはずなんですよ。それは何ですかって聞いた時に三橋さんがシミュレーションがあるんですって言って、シミュレーションのグラフがこれなんですって言って、これ出どころどこすかって言ったら説明してくれなかったんですよね。数式なんすかっても説明してくれなくて、今度動画の概要欄にそれを書きますって言われて動画があったんですけど、動画の概要欄にも数式も説明もなくて、日経ニーズっていうところのリンクがあるんですけど、日経ニーズがどういう根拠でシミュレーションしてるかって書いてないし教えてもくれないっていうのがあって、結局インフレ率 2% が維持できるって根拠がないんですよ。なので国債いっぱいすり続けても大丈夫だよねっていう、国際同盟 EU とかに入れないっていうのですり続けても大丈夫っていうのは嘘だよねって、インフレ 2% で200兆なら抑えられますっていうのも根拠ゼロっていう状態なので、対談したいって言ってる時点で僕がどういうことを言って多分想像つくと思うんですよね。この話何回もしてると思うんですよ。国債いっぱい吸ってもいい派の MMT の人に対してインフレにならない計算式は何ですかとかいうような話とかって聞かれること分かってるのに聞かれて答えられないって、じゃあなんで対談しようって言ったのっていうのがすごい分かんないですよね。なので不思議だなって思ってたりします。ファンの人とか信者の人とか話が分からないからどっちが正しいって決めつけるっていうのをやるんですよね。三橋さんが正しい、なぜなら三橋さんは専門家だからみたいな、言ってることの内容が正しいからこちら側とかじゃなくて、言ってることがもう理解できないから正しい方が正しい、なぜなら専門家だからってなっちゃったりするんですよねっていうのが割とあるので、しょうがないのかね。物事をちゃんと理解しようとすれば分かると思うんですけど、大学卒業する時って卒論っていうのを書くんですよ。卒業論文書く時にこういう論拠で仮説があってこういう論拠で証明ってなるんですけど、経済学で
で論文書くときに数式はありません、なぜなら数式がないからですっていう論文書いたら大学の先生に怒られて卒業できないのよ。だから大学卒業した人であれば卒論っていうのを書いたことがあるので、証明にならないことを説明しても人は納得してもらえないし、むしろそんなもの恥ずかしくて出せないよってなるはずなんですけど、数式がない状態でも納得できてる人って大学行ってない人なんじゃないかなと思うんですよね。前にツイッターで絡んだ人で、相関がないことが悪魔の証明であるとかって言い出した人がいるんですよね。ないことの証明というのは悪魔の証明だから、相関がないことは証明できないみたいなことを言い出した人がいたんですよね。それってやっぱ大学卒業してたら論文書くから分かるはずなんですよ。相関係数何って大学卒業してる人って一応論文書いてる人大体分かるんですよ。そのFランク大学で卒論書いてませんとかっていう人だったら別ですけど、相関係数に関して分からないっていう時点で、あ、こいつ大学出てねえなっていうのが分かっちゃうんですよ。っていうのもあって、何かを証明するときに数式が出せないっていう時点で、あ、こいつ大学出てねえなって分かっちゃうので、三橋さんが大学を出ているとは思うので、そこら辺がもうちょっと真摯に向き合った方がいいんじゃないかなと思います。